韓国人っぽく見えると声かけてくれるのでこういうところあるよね。素晴らしい。こんな立派な建物を日本と韓国の会社で作り上げたっていうのがすごいよね。こんにちは、Jちゃんです。はい、皆さんこれからですねツインタワーに行きたいと思います。これがね、タイにビルができるまで世界で一番高いビルだったけど今は世界で8番目かな。すぐまあもう見えますよねここ。これがなんだっけ、何ツインタワー？ペトロナスツインタワー。これから行きたいと思います。高いところ行くと何がいいですか？見晴らしがいいところに行くとね、なんていうかストレスが飛んでいく。なんか気持ちいいよね。そう。しかもツインタワーの中では未だに世界で一番高いって。ああ、そうそう、そんな気がする。サブウェイが早く買えそうじゃん。すぐ並んでて、実際、まあ、自分の番まで来たんですけど、クレジットカードのみでした。キャッシュ使えなくて、あーってなって別のところで買ってきました。ツインタワー登る予約をしたそうなんですけど今3時45分なので7分以内に食べます。7分十分だよ。絶対ポテトも私体にまだ良さそうな半分こしましょう。먼저これ何が入ってんだよ。なんかホットドッグなのに白いの入ってるんですよ。これは写真通りですね。良心的。でもこれで360円400円だから安くはないね。全部だと1000円ぐらい。1000円。マレーシアケチャップ。ケチャップ4개 넣어줬네。ケチャップが4つも入ってる。揚げたてだから美味しい。皆さんくれぐれもクレジットカードを持ち歩くようにお願いします。めっちゃ美味しいんだけど。流れに？こんなん。あ、こんなん。わあ、10分でご飯食べて移動中です。ぴったり4時。間に合いましたね。チェックイン。あ、スカイブリッジビジット。すぐ着いたからあれだけど、めっちゃ高いんですけど。46階ってこんな高い？で、お部屋でずっと見てたあの橋に今登ってきました。雨がね、上から落ちるので。いや、素晴らしい。すぐだったね、でも本当に41階まで。41階なんでなんで早かったかな。엄청 나네。おお、雷の音も大きく聞こえる。サイン찍자。몇 秒。 Take a picture for you. Together. Ah, really? How? Thank you. Yeah. But if you want in the middle, In the middle? Yeah. That's. 아, 중간에서? Yeah. let's go. You've been here before? It's my first time. First time. With this cell phone? Oh. Oh my gosh, it's so beautiful. Oh yeah. Samsung. Yeah, Yeah. I have some Samsung. Where are you from? Korea. Korea. Yeah. 감사합니다. Yeah, 감사합니다. 아, I'm so 감사합니다. in love with Ji Chang-wook. Ji Chang-wook. Yeah, Ah, my very future, good actor. My future, yeah. Wow. My future husband. I love you. 지창욱. Yeah. Yeah, but I love So nice. It's perfect. Very Perfect. good. Yeah. Yeah? Yeah. Thank Yeah? you so much. No. Yeah. Have a good If you want Yeah. more, Okay. tell Thank me. you. 素晴らしいですね。いやー、まだ上まで行ってないけど行く？これからも。行く行く。でここまで来ても思うのが、私日本帰ったら新宿とかの高層ビルもう一回行ってみたいなと思って。
こんなになんかこうなんつうの、今は観光客だからちゃんとこう見るために来てるじゃないですか、でも東京住んでたらこうし当たり前なことなんかこう忘れてるじゃん。あるある、行ってみたい、なんか新しい視線で見れるような気がします。すごいね。綺麗に整頓されてる。재밌어? 도쿄 가고 싶어? KCCL KLCC KLCC 때까지 좀 외우세요. 네, 我々のホテルが前あれだよね、でっかいやつ。 뭐야? この下がスリア。韓国人っぽく見えると声かけてくれるのってこういうところあるよね。不思議だよね。 고마워요. でちっちゃく知ってるのってすごいよね。 わ88回まで。これ97年って信じられる？ー、93年からあ、4年間。工事をしたやつだよね。はい、ビール。ここからスタートエスコットが見えるんですけど、下は日本人の皆さん、韓国人の皆さんも結構泊まってる有名なレストラン。いや、ここで見たら40、50階ぐらいの建物って小さく見えるぐらいだよね。こんな立派な建物を日本と韓国の会社で作り上げたっていうのがすごいよね。あの時にマレーシアの政府でわざと韓国と日本の企業に競争させたそうなんですよ。もともと日本の企業はとても素晴らしいから日本の企業だけでもよかったけど、韓国の企業が基本的に審査基準に満たしてなくて、サムソンとクットンゴンズ2社がでもそういう遺憾の感情をうまく利用した賢い国ですよ。それでお互いにしてて安全で早く作り上げることができたそうです。ちなみに今世界で一番高いビルはどこかわかりますか？スペース X 火星までドバイですね。ブルジャリカ。ドバイで、あと今世界一高いタワーも今作ってる途中だよね。1キロ超えるやつ。ツインのビルでは一番高いですよね、これがもう一本のタワーですね。素晴らしい。どっちかってことだよね。今なんでこんな立派なのがあるんだろうと思ったら、これもう20年以上経ってるってことは信じられないです。すごいですね、本当に。本当に夜のもうかっこよさが半端ない。で、あそこで働いてる人はどんな感じで働いてるんだろうね。あ、きっとエリートだよね。これ何？なんでさ、あー、見てない。外についてるか。皆さんこんにちは、ジンです。せいちゃんです。今日はマレーシアのシンボルですね。世界で一番高いツインタワー。ペトロナスツインタワーですね。今回ペトロナスツインタワーがマレーシアの一番、シンボルでもあって、必ず展望台まで登ってみたいと思って家族3人で、事前に予約して登ってみたんですけど、その歴史を見ることもできるし、マレーシアの市内全体を見渡せることができて、とても意味深い経験だったと思います。私登る前にこれって日本と韓国の傑作だよっていう話をジェイちゃんから聞いて、韓国のサムスンとクプトンゴンソル、日本の有名な狭間建設が、共同でタワー一つずつを作り上げたという話を聞いて、とても興味深く思って、登ることにしました。で、登る前に、ライブをしたんですけど、ライブでペトロナスタワーに行くよっていう話をしたら、あるコメントが、見えましたね。コメントの内容はこちらです。で、まず、家族団らんでマレーシアまで来て登るのになぜこのようなコメントがついたかはわからないんですけど、意図がわからないんですよね。わからないけど、おそらく幸せっていうのもあるけど、こういう話もあったよっていうことを教えてくださるために、残したのかなと思って、でも登る前に結構気になったんですよね。本当なのかっていうのを、私は、ネット情報はとにかく 100% 信じたりするのはないので、自分でも結構検索をしたりします。で、日本と韓国の情報は結構かなり違ったりします。日本のニュースを見ると韓国側で問題があったように書いてあるニュースしかない。
100% 私が見た記事はそういう風に書いてありました。で韓国のニュースを見たらなかなかニュースはもう今あんまりない状態なんですけど、ペトロナスツインタワーの真実っていう風に書いてあって、日本の狭間建設で作っていたところが 25mm が傾いていて問題になっていたという情報がお互いに違うんですよね。なのでお互いに違う情報がまずあると、日本と韓国の架け橋として今配信をしている我々の YouTuber としては、とても気になる情報なんですよね。インターネットの情報だけではなくて、何で判断すればいいのかなと思って、そういう気持ちですね、そういう気持ちを持ったままに、登ることになりました。個人的には今回結構事前調査を私がしてるので、ペトロナスインターに関する、動画とか、主にマレーシアに住んでるマレーシアンの皆さんが配信している動画とか、韓国の YouTuber さんが撮っている動画とかを見てたんですけれども、そこにはそういった話題は全然取り上げてなかったので、個人的にもすごく気になるところでした。それで私個人的に高い建物が好きなので、今回もとても楽しみにしてたアクティビティの一つだったんですけれども、ジンさんも、結構それを気にしてたし、私自身も結構、両国で伝えてることが違ってたので気になって、モヤモヤしてる気持ちでした。簡単に言うと、そういうコメントを見てから家族旅行でありながらも 100% いい気持ちではいられなかったっていうのは正直なところですね。それで途中まで登って、一番最後の段階まで登って降りる前にやっぱり気になっていたので、タワーの責任者に直接聞いてみることにしました。今回と違って各フロアに2回ぐらい降ろされて、そこで自由時間を過ごして、また移動するまでちょっと時間がやっぱり余るんですけど、たまたまねそこにね関係者の方がいて、私が英語が拙いから正確に伝えたいと思って翻訳を使って聞いてみたんですけれども、そこにいた男性の方がちょうど、そのことを知っている方ですぐ答えをくれましたね。私も英語が、ペラペラじゃないから認識が間違いないから確認するために、直接的な言い方をしたんですけれども、Tower one, Japan. And Yes. which one was cheapy? Tower 2. Actually, Tower 1. Japan. Many Malaysians know about it. That's the truth. We are from Japan, so many Japanese knows it was cheapy. The building was created by Korea. Tak, yang modify utama satu Japan. Yang dia macam condong sikit tu yang dia masuk bawah. Tak, dia tanya yang mana? Tower one. Yes, It's Tower one. But it's not famous fact actually. Oh, really? Not really Malaysian one. Sometimes they do. I just want you to tell the truth. Yeah. But it is yes. Yeah, thank you. Ya kan? Keluar dia terus masuk dulu. 결론은 뭐야? 일본 쪽에 지은 게 타워 1. 기울었었는데 그거를 아는 말레이시안들도 잘 알진 않는데, 근데 사실은 그런. 이해했습니다. 結論的にその方が言ったのは、建設途中に傾いたことがあってタワー1の方を修正したことがあったということでして、そのタワー1の方が日本の建設会社で建てたものだという話を聞きました。でこの話を聞いてどういう気持ちになったのかを皆様に話したいんですけど、全然それで我々が勝ったぞとかそういう愛国心とかっていうのは一切なく、逆に気分がそこまで良くないんですよ。そういうのを聞いたとしても、つまりこういう話題があっていろんなニュースに取り上げられて、何が正しいのかをたどり着いて、結局どっちに何が事実であれ、このように日韓友好のために YouTube を配信している我々の気持ちとしてはいい結果にはつながらないっていうのは分かったんですね。多分それをコメントした方もこういった結果を聞いていい気分にはならないと思うんですよ。つまりよくゼロサムゲームって言うんですけど、このようなただ消耗戦に過ぎないことでいつも日本と韓国が揉め合ってるんじゃないかなっていうのを深く感じるきっかけになりました。私はできればいい情報だけを、皆様にお伝えしたいっていうのもあって、ただこのように皆さんがコメントをつけて、インターネットにそういう風になってるよと、そして国と国への感情でこの国民と国民のバトルのようにこうやってなると、私がこうやって聞いてももちろん自分が信じたいことしか信じないので、私が言った言葉に共感しない方ももちろんいると思います。個
これ自分自身にも当てはまるんですけど、私も結構自分が正しいかどうかそういう総数が欲しいから結構自分の意見と一致してる意見を結構求めたりもするんですよ、それって人間の本能だと思うんですけど、それでもやっぱりもう冷静に考えるともう正しい結論を出すためには、いろんな客観的な情報収集がやっぱり大切ですね。それで普段、日本でまず検索して、それで普段何か気になることがあると日本でまず検索して、韓国の方で検索して、Google USA で主に検索しています。で今回は関係者からの話を聞くなりさまざまなルートで情報を収集したんですけど、当時韓国と日本どっちが早く作るのかが話題になってて CNN ニュースでライブをするぐらいだったそうですね。それで結論は韓国が早く終わったっていう話になって、サムスンの会社が世界トップのレベルを証明するきっかけになったっていうニュースがあって、でも日本で韓国側が悪いようなニュースを作ったりしてて、実際韓国の企業から訴えられたりもしたんですね。このように大きく話題になって世界が注目している中で、有名なネショナルジオグラフィックとかで取り上げたりドキュメンタリーで制作したりして、 Precisely 25 millimeters of problem. The worst had happened. Tower 1 wasn't straight. そういうリンクはこちらにあるのでぜひ見てください。そこに書いている内容も日本の方が傾いていて、今このような問題になっているという情報が書いてあって、でこれが日本のニュースではなかなか引っかからなく、違うルートではいろんな情報が出てくるんですけど、私自分自身も思うのが、私が思っているものってインターネットだけの情報、そして顔が見えない人が言っている SNS 上での情報などだけを信じて全て判断するのはとても危ないと私も感じることになりました。でこれからもね、もし私が確信をしたことだとしても、いつでも私自分自身の言葉って間違ってることもあるっていうふうに考えたり、他人の言葉も注意深く聞いた方がいいのかなと感じました。そう、私個人的に最近刺さった言葉が、いつも自分が正しいって思ってる人は結局いつも他人が間違ってるっていう風に思ってる人なんで、なんていうか自分も、この言葉を聞いてなんか警戒心を感じるようになったっていうか、だから私が間違ってる時は指摘してください。なのでどういう理由であれ、このような敏感な話、そして私はただマレーシアを楽しんでいる情報しか出してないのに、このようなコメントを見るととても心が痛いのと、探っていてどういう結果になったとしてもみんなの気分が良くなるっていうのはないので、やっぱりお互いに配慮をして言いたいことがあっても我慢したりするのも必要なのかなと思いました。私は主に日本で配信をしているものとして、このような結果になったことをもちろん出したくもないし話したくもないんですけど、それに何の対応をしないとまたそれが真実のようなことになって、そのコメントだけが残っていて、多分たくさんいいねをもらってそれが真実のように映ると思うんですけど、端的な例としてこういうことも実際あったというのを皆さんが認識してくださると嬉しいです。インターネットの情報を 100% 信じることはしない方がいいっていうのと、どちらの国で発信している情報が 100% 正しいっていうのも違うと思うので、これからもそういうところを念頭に入れて配信していきたいと思います。これからも日韓の友好のために頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは残りの旅行楽しみたいと思います。展望台の観光を終わらせて、最後はねこうやってすでに置いてあるフロアに到着しました。私お土産とかあんまり買わない人ですけど、せっかくなんかここのいい記憶を残したいと思って、これはね日韓行動作業のシンボルだと思うし、さっきちょうどここの上に上がってきたところちょっと気になるコメントがあったので、実際近くにいる担当者の方に聞いて、本当はどんな話だったのか聞いてみました。どっちかを責めたいっていうわけじゃなくて、ちゃんとした情報を皆さんにこれからもお届けしたいと思います。냉장고에 붙일 거예요. 엄마가 골라줬네. 저기가 어딘가요? 視聴者の皆様へのプレゼントをお約束しましたので、ここに手紙を書いて、あとプレゼントもいくつか買ったのでまた皆様に差し上げたいと思います。私はお金出す役割좀 다 진짜 여기 다 안 들어와. すごい入らないですね。
これモーニング娘。を思い出しますね。ちょいい感じ、ちょいい感じ、いい感じ、いい感じ。入んない。ホテルに戻ってきました。先ほどね、赤と青とこの色とは違う色になってとてもまた綺麗だなと思ってカメラをつけたんですけど、なぜかまた今変わりました。これ変わったよかった。おお、そうなぜかね、こうやって交互に光ってます。おお、そう美しい。見せることができて嬉しいです。おやすみなさい。